今回はネドジュンさんが悟りのラスボスと表現される最後の最後まで残る思考についてのお話をご紹介します。これは私が以前縄文漫画として描いたものですが、実は私自身が考案したというよりも、どこか外から送られてきたもの、それをそのまま写し取った感覚があります。そして今まさに私が最も注目し、試作しているテーマでもあります。私はこれを三つ首の蛇と呼んでいます。一つ目、現状否定。こんな現実はダメだ。今の状態ではいけない。今この瞬間を否定する声。二つ目、仮想未来。もっといい未来があるはずだ。希望のようでいて、実は今を否定しています。三つ目、自己否定。もっといい未来があるはずなのにどうしてうまくやれないの？理想を追いながら自分自身を責める声。この三つの否定は私たちが今ここを感じようとした瞬間、コンマ何秒という速さで浮かび上がります。ほとんどの場合、出てきたことにすら気づきません。本当に一瞬で通り過ぎるように流れていってしまうのです。これ全部思考なんです。例えば、今、私は自分の部屋に座っています。目の前にあるものは、この部屋にあるものだけ。見えているもの、感じられるもの、ただそれだけです。これが現実なんだと、そのまま受け止めればいい。実際これは確かに存在していて、ただ見て、ただ感じることができる、ありのままの現実です。ところが、意識が今ここを感じようとしたその瞬間、本当にひそやかに意識の水面下で、こんな現実じゃダメだ。もっと良くしなくちゃ。今のままじゃ嫌だ。そして同時に浮かぶのは、もっといい未来があるはず。そのために頑張んなくちゃ。こんなところで甘んじてる自分ではダメ。この三つの思考がセットになり、まるで三つ首の蛇のように現れます。この現実の底を舐めるような、意識と現実が触れ合わないようにするように現れる。私はこの三つ首の蛇こそが、意識が左脳にとどまるか、それとも右脳へ移行できるか、その最後の分岐点なのではないかと考えています。左脳の思考機能の最も深い層の底に、この仕組みが潜んでいるのではないかと思っています。もちろん人によっては、私はもう現実を受け入れている。この状況が現実で、そのままでいいと思っている。そう感じている場合もあるでしょう。ですが、現実に完全に同調しようとした瞬間を見てみると、本当にその今に意識を置けるのか、ただ感じることができるのか。そこにとても大きな鍵があります。たった1秒も経たないうちに別の思考に巻き込まれたりする。こんな現実やだ。私は不幸ばっかり。ここにいたくない。こんなはずじゃなかった。いろんな言葉になるんです。いろんな否定がそこを舐めるようにあって、それらの否定の思考が意識が今ここにとどまることを阻むのです。私はこの思考こそが意識が今ここにいることを妨げている正体ではないかと感じています。ガンガジさんのエピソードをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。彼女は師であるパパジのもとを訪れ、こう告白しました。私はずっとうまくいっては落ち込み、自信が持てたと思えば今度は絶望する。その両極端を行ったり来たりして、もう苦しくてたまらない。生きることすら辛いのです。
するとパパジは言いました。わかった。君は間違いなくここに来るべきだった。私の言う通りにしてごらん。座って、ただ何もしないでいなさい。何かから逃げることも、何かを否定することも、何かであろうとすることも一切やめて、ただ座っていなさい。彼女はそれが最後の望みだと思い、真剣に取り組みました。けれどその沈黙の中で最後まで残り続けたのは、あの三つの否定だったのではないかと思うのです。おそらく彼女も気づかないぐらいの最後の最後まで、この現実はダメだ。何かしなければもっと悪くなる。自分が頑張るのをやめたら全て崩れてしまう。今よりも絶対ひどいことになる。最後の最後までへばりついて離れない。しかしパパジは言いました。それすらも何もしないでいなさい。抵抗しない。止めようともしない。逃げようともしない。そして徹底してそれを続けたとき、ついに底が抜けたと表現されています。自分を支えていたと思っていた何かがパッと外れ、崩れ落ちる。すると初めて彼女は気づいたのです。私は今ここにいる。ずっと探してたものは自分自身が塞いでいたその下にあったのだと。そしてようやく訪れた感覚。これでいいんだ。本当にこれでいいんだ。私自身も最初に自動思考が止まった時に、ああ、本当に体の中に帰ってきた。まるでどこかすごく遠いところにいたのが一瞬でテレポートしたように体の中に帰ってきたという感覚とともに、もう頑張らなくていい。もう探さなくていい。稲妻のように全身を貫き、あまりの衝撃に体が震え、涙が溢れました。おそらくその頃には自動思考そのものが以前より静かになっていたのだと思います。ただ当時の私はまだ自動思考という概念すら知らず、体の声を聞きたいという思いだけで取り組んでいたので、少しタイムラグを置いて、それが脳の中で起こったんだと思っています。そして今振り返ると、あの瞬間に起こっていたのは、あの三つの否定が消えたことだったのだと思います。最後の最後まで残っていたものが、ついにふっと消えた。そして少し遅れて訪れた。あの雷のような感覚とともに、たどり着いたんです。もう何もしなくていいんだと。これから数分だけ現状否定を手放すワークをしてみましょう。今自分がいる場所、今この瞬間という時間、ただそれをあるがままに認めます。サレンダー。どうすることもできないけれど、これが現実なんだ。そのことを受け入れ、意識を今ここに置いておきます。
心の中に何が湧いてくるでしょう。こんな現実じゃダメだ。もっといい未来があるはず。私はこんなんじゃダメ。この3つの思考がどれくらい出てくるか感じてみてください。今ここにいる。今ここを受け入れる。何もしない。逃げない。押しやらない。どこかへ向かおうとしない。ただこの瞬間を感じます。目を開けていても閉じていても構いません。ただ止める。もっと周りを見なきゃ。何か考えなきゃ。そう思ったらそれも止める。気づいたら手放す。出てきたらやめる。それを繰り返し、ただここにいる。すると思考は次々と提案してきます。じゃあこういうふうにやってみたら？もっと考えればいいんじゃない？これはダメだよ、こうじゃない？声や感覚、イメージ、判断が次々と湧き上がり、意識はあっちへこっちへと向かおうとします。しかしもっと深いところには、おそらく3つの否定が潜んでいます。今はその本当に一番根っこにあるものに取り組みます。まず最初のステップは自動思考に気づくことです。現代人の多くは朝から晩まで絶えず思考が流れ続けています。その思考はすぐに静まるようなものではありません。しかしそこに一つ方法があります。それは分岐点を作ることです。気づかないうちはいつもの思考回路に何度も何度も乗せられてしまいます。でもそこに気づき、意識を別のところに向ける。私たちは体に意識を向ける。今ここに戻るとよく言いますが、これはまさに分岐の作業なんです。脳神経回路に分岐点を作って、自動思考が始まったら気づいて別の分岐に入っていく。これを繰り返すことで自動思考の神経回路は細くなっていきます。ただここで覚えておいてほしいことがあります。
それは時間がかかるプロセスだということです。何度も元の回路に引っ張られたり、思考との戦いのように感じることもあるかもしれません。ですが集中して取り組むことで、いつかあの3つの否定を突破できると私は思っています。今ここがまるでベールが剥がれたようにはっきりと見えてくる。自分の中にいられる。そう感じるようになります。そのために刺激のない体の内側をただ感じ続ける力が必要になってきます。最初は数秒も経たずに外へ意識が飛び出してしまうかもしれません。でも少しずつ体の内側にいよう。今ここにいる。体がある。とても地味で何の刺激もない状態に少しずつ慣れていくプロセスが必要になります。そしてその感覚が深まってくると、ある段階でこう感じるようになるはずです。体の細胞が私を生きてくれている。そこから体の内側から自然と愛が湧いてくるのです。意識が体に向けば向くほど、体と意識が仲良くなっていく。思考とは自然に距離が生まれていきます。それがこの流れの先にある変化です。